雑魚ニコイチです。ディスクハローという機械を2つくっつけたものです。威力の弱い2つをニコイチにしたので、名前は雑魚ニコイチと名付けられました。さっきの緑だった円箔が嘘のように抹茶色になってます。しっかり深くまで機械が入っているのがわかります。ジョンディアのモアコンです。ジョンディアとジョンディア。よし。ミラーにね、石が当たって丸く穴が開いたそうです。皆さんこんにちは、さおりです。今回は8月の下旬にまいた円箔を畑にすき込む作業を行います。円箔をまいてから約1ヶ月半くらい経ちました。で、円箔は緑肥と言われ、私の住む地域では畑の肥料として使用されます。円箔はオーツとも呼ばれていて、オートミールの原料にもなる作物です。北海道では冬になると雪が降るので、その前に刈り取りを行います。毎年小麦を収穫した後の畑にまず堆肥をまいてから円箔をまき、その後に特に栄養を必要とするかぼちゃを植えるという流れにしています。円箔は生育がとても早くて、今はもう畑一面がもさもさと茂った状態になっています。ということで、まずは円箔の刈り取りから行っています。で、今回使用する機械がこちら、ジョンディアのモアコンです。後ろの取り付ける機械でジョンディアは初めてだと思います。ジョンディアとジョンディア、いいですね。こんな感じでですね、このモアコンかなり PTO が長いです。延長しているっていうのかな、すごく長いです。で、大きさも結構あって幅が3メートルあります。単なるディスクモアだと刈り取る部分だけですが、この機械はさらにその後にコンディショナーという部分があります。その部分が回転することで、刈り取られた草の表面に細かい傷がつき、水分が抜けやすくなって乾きが早くなるそうです。今回はこちらの機械、いつもお世話になっているお友達からお借りしました。というのも、以前ね、牧草を収穫する時にディスクモアというかなりレトロな機械を使っていたんですけども、作業幅もね、あんまり広くなかったんですよ。あの時はね、牧草畑1枚だったから良かったんですけど、今回円箔を刈り取るのが結構なね、面積あるので、お友達からお借りして効率よくね、このモアコンを使っていこうと思います。よし。操作はとても簡単なんですが、このモアコンはトラクターの真後ろを刈るモードと横を刈るモード2つに切り替えることができます。最初の1周は真後ろに設定してまっすぐ刈っていけます。そして2周目からは横にセットすることで、トラクターのタイヤで踏んでいない綺麗な部分をそのまま刈り取ることができます。真後ろのまま作業を続けてしまうと、タイヤで踏んで潰れた草を後から刈ることになるので、草が倒れて刈り残しが出やすくなってしまいます。そのため2周目以降は横にずらして作業することで、踏まずにきれいに刈り取ることができるという仕組みです。あとは刈り取る深さの調整です。この後すき込み作業をするので、円箔は地面ギリギリまで短く刈る必要はありません。逆に刈り取り高さを低くしすぎると危険で、もし石の多い畑だった場合は、モアの刃に石が当たって石が跳ねたり、刃が傷んだりする危険性があります。そのため地面に当たらないようにしつつ、無駄なく刈り取れるようにやや余裕を持った高さに設定しています。昨日はね、鍛冶職人がまた違う畑の刈り取りしてたんですけど、ちょっと低すぎたみたいで、このミラーにね、石が当たって丸く穴が開いたそうです。めちゃくちゃ怖い。
もう伸びすぎてなのか倒れてるところがあります。本当にもっさもさ。さっきは練習で8キロだったんですけど、10キロくらい出して進めていきましょう。で、こう PTO とかシャフトがついてるものはあんまりこう急カーブしてしまうと、そのねトラクターと機械の接続部分が折れ曲がってしまって壊れてしまう原因になるので、あんまりねこう急カーブせず緩やかに回るように気をつけながら走っています。外周をだいたい3周くらい回ったら、あとは中に割って入って刈り進めていきます。外周ばかりをずっとぐるぐる回っていると、同じ場所を無駄に走ることが多くて、効率が悪くなってしまいます。なので途中から中を割って作業していく方が無駄な走行も減って効率よく刈り取りが進められます。はい、ということで今5ヘクタールの畑刈り終わりました。ちょっとね4時なんでちょっと暗くなってきたんですけど、もう1枚ドローンで塩爆をまいた畑を刈りたいので、もうちょっと頑張ろうと思います。もう1枚の塩爆です。ここはねドローンでね後日 2,3 週間後くらいにまいたので、割と丈が短いです。こんな感じ。めっちゃ雑草みたい。本当にさっきと違って丈がねかなり短いので怖いです。今ね最初の1周目なのでこう真後ろに機械を持ってきて走ってます。ここはねそんなに畑自体大きくなくって、1ヘクタールくらいかな。1ヘクタールなので割とすぐ終わると思うんですけど、こう場所によってね結構大きい石があったりするのでそれが怖いです。あともうちょっとで終わります。やっぱ1ヘクタールなんてあっという間です。
はい、今ね終わりました。あ、ちょっと残っちゃった。ちょっと残っちゃったけど、まあまあまあ、ここはねそんなに大きくモサモサしてなかったので結構怖かったですね。石もあるし。だけどなんとか無事終わりました。刈り取りはこれでおしまいなんですけど、あとはこの刈り取った円箔を土の中にすき込んでいく作業を明日行いたいと思います。とりあえず今日はもう暗くなってしまったのでおしまい。お疲れ様でした。はい、おはようございます。昨日円箔の刈り取り作業が終わったので、今日はすき込む作業をしていこうと思います。そこで使用するのがこちら、じゃん、ザコニコイチです。この機械ですね。こちらの機械はなんと鍛冶職人が DIY してくれたものになります。これが何かというと、ディスクハローという機械を2つくっつけたものです。一つはうちの農場の外にずっと置かれていたもの、もう一つはお友達の農場にあったものを使用しています。どちらも単体だとパワーが弱くて土があまりすき込めなかったんです。でも新しく買うとなるとかなりお金がかかります。そこでじゃあ2つを合体させたら重たくなってもっと深くすき込めるんじゃないかという発想から試してみることにしました。その結果、この威力の弱い2つをニコイチにしたので、名前はザコニコイチと名付けられました。特にですね、うちにあったディスクハローはもう外に置きっぱなしで、もう4から50年くらい前のものになるので、結構もうサビサビでね、古いです。で、この真新しめのこの棒2本ですね、左右についてるんですけど、これは、コメリで買ってきて溶接してあります。こう持ち上げれるようにね、どっちもこんな感じでひっつけてあります。ただこのね棒だけだとちょっと不安なので、こうチェーンをねこっち側にひっつけて、2台ひっつけると重たいので、このチェーンでも後ろを持ち上げてくれるようにしています。鍛冶職人が溶接して頑張って作ってくれました。こんな感じです。はい、昨日ねちょっと暗くなってしまってたんですけど、最後にかけた円箔の畑にやってきました。ここはドローンで撒いたんですよね。で、ブロードキャスターで撒いた時期よりも 2,3 週間遅く撒いてたので、そもそもそんなにまだ成長していない段階でした。なのでね、結構端の方は短くって、昨日ねモアコンをかけたんですけど、さすがにねここら辺は刈り取れてません。で、ここもともとはかぼちゃ畑で、こう春に植えてから何も管理をしていない状態なので、結構ね土が硬いかなと思います。全然柔らかくないんですよね。なのでこの状態でどのくらいザコニコイチが頑張ってくれるのか見ものです。おー、めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってるわ。
おお、すごいすごいすごい。今こんな感じです。さっきの緑だった円箔が嘘のように抹茶色になってます。面白い。これはすごいです。本当になんかちゃんと吹き込んでる。さすが2台くっつけてるだけありますね。すごいすごい。だいたい今10キロくらい出してます。前はこんな感じ。すごい。円箔が本当にしっかり土の中に入り込んでる。うんうん、いい感じ。このね、雑魚ニコイチになる前のこう1台の時にも普通に走ってみたんですけど、その時はね、こんなにさすがにね、こんなに深くは入らなくって、まあ多少透き込んでくれる程度でした。なのでこう2倍になっただけですごいです。やっぱそれだけね、重たくなるんで、しっかり奥まで刺さってますね。面白い。まだね、途中なんですけど、ここがさっき雑魚ニコイチをかけた畑です。こう比べてみるとね、すごくわかるんですけど、こんな感じ。全然違うでしょ。こっちがまあ一応刈り取った畑で、それをすき込んだ畑。円幕の隣の小豆畑もついでに雑魚ニコイチをかけてみました。さっきの畑よりも土が柔らかくて、しっかり深くまで機械が入っているのがわかります。すき込む方法としては、プラウで30センチくらい深く土をひっくり返すやり方もあります。ただその場合、深いところに埋まっている大きい石が一緒に上がってきてしまうことがあります。なので次の作物への影響も考えながら、どの方法ですき込むかを判断しています。この右側がまだ小豆を収穫してから何もしていない場所です。小豆はこう実だけを収穫するので、こんな感じでね、茎の部分だったり鞘の部分だったりっていうのが残っている状態です。なのでこれ全部をね、土の中にすき込んでいくという流れになるんですけど、さっきかけてみたのがこちらです。どうでしょうか。まあ、もちろんね、すき込むといっても全部こうきれいに土の中に入るっていうのは難しくて、こう表面上に残ってしまうものもあるんですけど、こっち側と比べるとかなり土がこう上に覆いかぶさっているのが分かります。まあ多少やっぱりね、ちっちゃい石は乗ってきてしまうんですけど、これをねより深くかけるともっともっと手で持てないくらいの大きい石がゴロゴロ上がってきたりするので、ちょうどいいんじゃないかなっていう感じです。無事にね、円箔のすき込みが終わりました。今ね、ここ自宅なんですけど、ちょっとね溶接が甘い部分があったので、鍛冶職人が溶接し直したところです。こうすき込む機械をねまともに買おうとすると100万円くらいするみたいなんですけど、今回この雑魚ニコイチは
うちに眠っていた機械とお友達のところにあったもう本当にね古いものをくっつけているだけなので1個5万円くらいで10万円くらいで出来上がってます。100万円って言ったんですけど、実際は2、300万円するみたいです。恐ろしい。かぼちゃの収穫機とか選果機とかこれからの売り上げでそのお金をねチャラにできるものはいいんですけど、こういうものって、どうしてもね100万円は100万円で払ったとしてもその後回収できないじゃないですか。なので新しいものも買うんだけど再利用できるものは再利用してうまく使っていきたいと思います。というかめちゃくちゃ良かったんで本当10万円とは思えないレベルですごく良かったです。はい、ということで今回は円箔の刈り取りからすき込みまでを動画にしてみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。